めんどくさくてやる気になれない。掃除は明日でいっか。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では登場人物の悩みに対してこの本に書かれている重要な3つのポイントを適用して登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは菅原洋平さんが書いためんどくさいが消える脳の使い方です。突然ですが、私たちが生きるためには何が必要でしょうか？臓器を動かしたり、体を動かしたりするためにエネルギーが必要ですよね。エネルギーがないと考えることもできなくなってしまいます。このエネルギーをたくさん使うような行動は、なるべく避けたいというのが人間の本能なんですよね。なぜなら、たくさんエネルギーを使ってしまうと、生命の危機に直面するかもしれないからです。ここで、予測がつかないことや、普段やっていないことを想像してください。例えば、新しい学校、新しい職場、転職、副業などがありますよね。どうですか皆さん。脳が疲れてきませんか？この時脳はできるだけエネルギーの消費を避けようとするんです。これがいわゆるめんどくさいということなんです。私たちが日頃から感じるめんどくさいというのは、生きるために必要なエネルギーを節約しようとする脳の働きなんです。だから私たちはこのめんどくさいというものを持っていて当たり前なんですよね。めんどくさいと感じるとどうなるでしょうか？行動を先延ばししたり、今までやっていたことと同じことをしようとしますよね。例えば転職しようと考えるけど、今のままでいいやなんてことがありますよね。しかし、新しいことに挑戦する際に、脳のエネルギーをそこまで使わないようにできたらどうでしょうか？それができればこのめんどくさいを乗り越え、よりスムーズにいろいろなことに取り組むことが可能になりますよね。本書ではそのような様々なテクニックが書いてあります。ここでは便利なテクニックを3つ挙げたいと思います。1つ目は、朝にめんどくさいと感じることを行うです。多くの人にとって朝は仕事の情報や家事のストレスの影響を受けていないフレッシュな状態のため、普段はめんどくさいと感じるようなことをしようとするときに、いろんな考えが邪魔しないので、エネルギーを浪費せずに済むんです。この朝の時間を活用すると、めんどくさいと感じることなく、新しいことに取り組みやすくなります。二つ目はシンプルな環境を整えるです。脳は音や視覚情報、考えるなど、いろいろな情報を処理していますよね。複数のことを同時に行うと脳が混乱してエネルギーを浪費してしまうんです。なので、これを防いであげることが大切なんです。例えば、新しいことをするときには、普段よりもエネルギーが必要になるので、デスクを整理して、不要なものが目につかないようにすると、視覚情報が減ってエネルギーの節約になるんです。他にも静かな環境や集中できる音楽を聴いたり、人に邪魔されることがないような空間を選んだりすると、脳が過剰にエネルギーを使うのを防いでくれますので、新しいことに取り組みやすくなります。三つ目は、めんどくさくない行動を利用するです。めんどくさくないと思わない行動にめんどくさい行動を結びつけると、脳のエネルギーの消費を節約できるんです。めんどくさいと思わない行動は何かというと、例えばコーヒーを飲むなどです。コーヒーを飲むことにエネルギーをあまり使いませんよね。むしろリラックスできると思います。例えばコーヒーを楽しんだ後に10分だけ苦手な作業に集中する。そして再度コーヒーを楽しむということを繰り返せば、気分を切り替えつつ作業を進めることができます。ポイントはめんどくさい行動の前後にめんどくさいと思わない行動をつなげることです。それでは今回の登場人物を紹介したいと思います。あかりさん33歳、一人暮らしの会社員です。彼女は美容系の会社で働いていて、仕事をしっかりこなす信頼できる社員と言われています。しかし実はめんどくさがり屋の一面があるんです。彼女は一人暮らしなんですが、特に掃除が苦手で、部屋が散らかりがちなんです。掃除や皿洗いも後回しにして、次の日まで放置してしまうこともたびたびあるんですよね。ショッピングが好きですが、買い物後の片付けは面倒でつい避けてしまいます。仕事でも気乗りしないタスクはめんどくさいからやりたくないと後回しにしがちなんです。もしかしたらこれは私を含め多くの人に当てはまるかもしれませんね。そこで今回のあかりさんの目的を
めんどくさがり屋を克服したいに設定いたしました。この目的を達成するための3つのポイントを紹介していこうと思います。1つ目のポイントは、まずは最初の一歩、面倒なら分解です。例えば、お風呂掃除を始めるときにめんどくさいと感じる場合、まずは掃除の最初の部分だけ手をつけてみることが効果的です。例えば、シャワーの壁を軽く流すことだけしてみようと考えてみてください。それ以外のことは考えなくて大丈夫です。最初の一歩として、シャワーの水を出して壁をさっと流すだけでも掃除への意欲が湧いてきます。このように最初の一歩を踏み出すことで、その後の掃除がスムーズに進むことが期待できるんですよね。もしお風呂掃除の途中でめんどくさいと感じる部分が出てきたらどうしたらいいでしょうか？その時はその作業を細かく分解して負担を軽くするのが効果的なんです。例えば洗剤を浴槽全体にまんべんなくスプレーしたところまでを一区切りとします。その後汚れが浮いてくるまで数分間放置している間に一度休憩を取ると決めておきましょう。この短い休憩を利用して脳が疲れない行動をします。例えばコーヒーなどを飲むことで気分をリフレッシュさせることができます。その後再び気持ちを切り替えてスポンジで浴槽をこすり洗い始めるとスムーズに作業を再開できるでしょう。二つ目のポイントは触覚を使って脳に刺激を与えるです。触覚とは触った時の感覚のことです。めんどくさいと感じる理由の一つはわからないがあるからなんです。このわからない状態では脳のエネルギーをたくさん使ってしまうんですよね。そこでわかりやすい情報を脳に届けることが大切なんです。何をすればいいかというと、手で触れることが効果的です。例えば、洗っていない鍋を見てめんどくさいと思ったら、まずその鍋を触ってみるだけでいいんです。触ることで脳が鍋を洗うことをわかるようになるので、実際に鍋を洗う気持ちが湧いてくる可能性が高まるんです。実際の鍋を触らなくても、鍋を洗う動作をエア作業としてジェスチャーしてみることでも効果があります。このように動作をシミュレーションすることで、脳が鍋を洗う手順をイメージしやすくなり、エネルギーの消費を抑えることができるんです。その結果、めんどくさいという気持ちが軽減され、鍋を洗う気になりやすくなるんです。それでもめんどくさいとあかりさんは感じるかもしれませんね。皆さんも一つ目と二つ目のポイントでは克服できないなと感じたかもしれません。三つ目のポイントは他者とのつながりを感じることです。会社ではしっかり者のあかりさんが家ではなぜめんどくさがり屋になってしまうのでしょうか？それは自分が掃除をしてもしなくても他の人には関係ないからなんです。例えば掃除をしたとしても周りからの反応はありませんよね。そこで自分が掃除を頑張った後の綺麗な風景を SNS に投稿することを考えてみてください。整ったデスクや皿洗い、風呂掃除などの画像や動画を投稿することで他の人に見てもらう機会を作るんです。例えばインスタグラムであれば別アカウントを作ることでプライベートも確保できますし、おすすめで掃除に取り組んでいる人をたくさんフォローすれば誹謗中傷を言われることも防げるはずです。むしろ、いいねをもらえたり、いいコメントをもらえるかもしれません。コツをつかんでくると、掃除のやり方などの動画を投稿してみてもいいかもしれません。他の人からのフィードバックや反応があると、つながりが強くなり、さらにモチベーションが湧いてきます。このように SNS を使うことで、あかりさんは自分の努力を認めてもらい、やる気をアップさせることができるはずです。それでは最後にまとめとして、あかりさんの悩みをどのように解決していけるかを振り返っていきましょう。掃除でめんどくさいと感じたら、まずは小さなステップから始めましょう。例えば、シャワーで壁を軽く流すだけでも、掃除の意欲が高まります。この時頭の中では、シャワーで壁を軽く流そうということだけ考えればいいのです。もしもめんどくさい作業が来たら分解です。作業を小さく分けることで脳のエネルギーを節約できます。次に触覚の活用です。めんどくさいと感じる理由の一つは脳がわからないからなんです。鍋を見てめんどくさいと感じたら、まずその鍋を触ってみることで脳がわかるようになるので、実際に洗う気持ちが湧いてきます。また、動作をエアー作業してみることも効果的です。これによって脳のエネルギーを普段よりも使わずに行動に移せるのです。
最後に他者とのつながりです。掃除の後の綺麗な風景を SNS に投稿することで、周囲からの反応を得てモチベーションを高められます。他者とのつながりを感じることで、やる気を引き出すことができるんです。このやり方があかりさんには一番効果的かもしれませんね。あかりさん、めんどくさいを克服できるといいですね。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか。めんどくさいということは誰もが感じることなんです。この本は、めんどくさいは脳のエネルギーをたくさん使ってしまうことなんだと言ってるんですよね。脳のエネルギーを節約するにはどうしたらいいかという考え方があれば、今回紹介した以外にも様々なめんどくさいを克服する方法が見つかると思いますので、ぜひ皆さんも考えてみてくださいね。今回の動画の内容に共感できた方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。この他にも様々な登場人物の悩みを本で解決した動画を配信しております。コメント欄を使ってお悩みをご記載いただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが何よりの喜びです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。